郎のマミーからいただいた超美味しい牛肉。はい、ということで、こんばんは、こんにちは、おはようございます。ブー太郎とゆうちょろです。今日はですね、なんとすき焼きパーティーです。はい。で、肉やってください。説明ぐらいさせるこれゆうちゃろうのマミーからいただいた超美味しい牛肉。はい。これは凍ってるので最後に食べたいと思います。で、今日買ってきたあんまり微妙な肉から焼いていきたいと思います。よ、あ、もっと長かったな。一発目だけだ。美味しそうでしょ。見えてんのかね、これ。映ってんのかな。見えてる。あ、見えてる。見えてる。一枚ずつ。はい。今焼いてますからね。で、これで入れるの？今これやと何の味もない刻んで肉になりますこれで裏返してから、けど。入れる。入れるんです。はい。知らないけど。で、卵紹介してよ、ゆうたろうさん。卵。これゴルフの景品でもらった卵です。え？あんまり見せたらさ、あれが乗ってるからさ。あ、それはゴルフ場のやつ。そうそうそう。なんていうかな。っていう乗ってない。乗ってないんだ。なんか謎の、なんか普通の卵やったりして。あ、いい感じに焦げ目もつきましたよ。3箇所でいただきました。で、スコアは初の見てないんだけど。初めての何やつあれ。コンペ。ツイッターに行くっていうことだけはつぶやいて、それ以降結果報告してないのにはもう理由は一つ。最悪でした。マジで。スコアハンディあったからな。まあスコアは確かに最悪やけど。めっちゃ難しくってトリッキーのコースやってんけど、もうなんかそういう問題じゃなくって、ブー太郎は引っ掛け癖があるんで、左に巻いちゃう。よりによってさ、全然素振りしてなかったね。やってた？もっともっで、こっからどうするのこれ。もうちょっと入れる。お玉ぐらい持ってこいよって感じじゃない。と。まだいる？あ、全部いる？で、こっからの本当にしかない野菜。そうなんだよ、全部入れちゃう。野菜を投入で、お豆腐とか、あ、しいたけ。っていうかさ、この中のさ、砂糖がその白菜めっちゃさ甘くなるやん。大丈夫そう？この肉もエグいって。入れとけるやろ。よいしょ。あれだ、糸ポンって肉の隣に置くと硬くないっていうのだし。ほんまなあれ。都市伝説とかじゃなんかの成分が入ってるんだって。なんか肉と離すんだって。こんな感じ。そうそう。最高の、あ、ネギ切った？あ、切ってた、忘れてた。ネギいる？だってもう使わないとさ、あ、そうあのネギかわいそう。エリンギも買ってきました。そう。ネギ入れていい？直接も。はい。こんだけ。楽しみやな。じゃあ先に肉いっちゃいますか。もう食べたいな。肉食べちゃおう。食べちゃうか。あ、でもいいやん。野菜も一緒に食べたいし。あ、そう。これ絶対足りひんよな。割り下割り下。また作ってくだじゃさい。あ作ろう。すごいな、割り下作れんねんな。そうですよ。今の時代だってさ、ネットで調べたらすぐ出てくるね。でも絶対買うわ。買うとさ、結構するよね。300円ぐらいするでしょ。
バカバカしくない？全然労力のこと考えたら労力ってだってこれ入れるだけやん。やっぱな、生きてきたあれが違うんよな。そうそうか、貧乏症やからさ、基本ブー太郎は。なんか変なとこ貧乏症よな。なんかコーラでもさ、コンビニのコーラは買わへんけどスーパーのコーラは買うみたいなさ、なんかすごいあるよな。確かにコンビニのコーラ高いっていうのは分かんねんけど、めっちゃ高いね、だってあれ。まあな。2本、確か3本買えるから。でもなんかすごい浪費するとこは浪費するやん。人間そんなもんなんだよ。まああれやろな、コーラごときにここまでのお金を払いたくないっていう感じなんやろな。そういうわけでもないねんけど。そういうわけではないの。なんかもったいなってなっちゃう。そんな高い金出してまで。だから人通ったら別やで。価値に見合わへんってことやろ、そのコーラの値段の。そうせやろ。だからやっぱり価値に見合わへんっていうか、だってさ、普通に頑張ってスーパー行ってはもっと安く買えるんやったらそっちまで我慢しようってならへん。本物今すぐ飲みたいわけじゃないからさ、もうどうしても飲みたかったら買うやん。だって、コンビニとかでも、別に我慢できるし後日でもいいんやなと思ったら、今度スーパー行くしその時買おうみたいな感じ。でもめちゃくちゃ絶対買わへんって感じじゃないよ、ブー太郎って。まあな。なんかちょうどいいと思うんだよ、ブー太郎って。そう、ちょうどいい人。だってほんまにその辺節約しないともう嫌っていう人もいるからさ、めっちゃ怒鳴られることもあるわけやん。ありえへんみたいな。だってうちの家なんてこうトイレの電気つけっぱなしとかもさ、もう絶対ありえへんわけやん、節約家からしたら。まあまあ。そう、別に口うるさく言わへんやん。もうお互いにやるし。早く食べたい、早く食べたい。じゃあもうその流れであれいく？まあでも今日はすき焼きなんで、トークテーマすき焼きにするじゃん。すき焼きトークテーマ一回やってみるじゃあ。すき焼きエピソードありますか？すき焼きどんなすき焼きやったブー太郎の家はその1月1日2日3日だけ贅沢な日があるんですよ。どっちがいい？どっちに？自分ちょこっと切りながら食べるからいいよってことで。できたー。ですき焼きが出る日があって、もうそれが毎年なのそれは。毎年。へえ。もうなんか正月はもう最高やね。もう家でゆっくりできて、好きなゲームもできて。あ、ゲームもできるんや。正月はなんかサスケとかさ、お正月番組あるやん、テレビの。なんかスペシャルな、ああいう感じもなんか特別感あって大好きやって。そう、すき焼きを食べる時もあった。あとしゃぶしゃぶとか、あとカニとか。すき焼き結構多かったな。その時しか食べられへんからさ、もう大好物なのよ。なんかすき焼きってもう大贅沢なものっていう感じで、味付けとか作り方を知らん。だって親が作ってたからさ。そうなんや。そこには牛が入ってるわけ？牛は入ってる、さすがに。さすがに。いただきまーす。美味しいよこれも。すき焼きってさ、一口目すごい幸せじゃない？こう？あんまり共感を得なかった。すき焼きで喧嘩したことがないの？すき焼きでな喧嘩したこととかはないの？喧嘩？喧嘩なの？すき焼きって。いや、お肉の取り合いとかないな。自分が基本だってそんなに強欲じゃないもん。遠慮系だからお兄ちゃんが強かったからさ。タケノコとキノコの話でもしたけど、ブー太郎はほんまはタケノコがいいのにキノコで、エリーゼのためとかのやつもホワイトチョコとチョコあるけど、
もう選ぶ権利があるのは先のお兄ちゃん。ブータローもチョコがいいなって、黒い方がいいなと思うんだけど、ホワイトになる。でも今はホワイトで良かったって思ってる。ホワイトが好き今は。ああそうなの。だから肉とかも別にそんながっつり取らへんみたいな。じゃあ結構割と遠慮してうん気使って子供なりに、あそうなんだ、そういうところは確かにあれやな、2人って大変よな、兄弟がいるって。あ、そうやで、何でもゲームもそうやし。自分とこは離れてるからな、年があまりそういう境遇は一切なかったけどさ、そうかそうか。逆にあるなんかすき焼きエピソード何なんすき焼きエピソードって。知らん。すき焼きエピソードっていうか自分そんなとこ言えないけど、逆に言えばすき焼きもその食べ過ぎて嫌いになった部類の一つでもある。大丈夫なの今日。いやだからブータローと出会ってからまた食べ始めたからあ美味しいやんってなった。あ、よかったです。それはすき焼きってさ、なんかこれ関西関東で作り方違うのよ。今日作ってやり方は関西なのこれ。何なの？だからもう好きなようにやるんじゃん。なんか1回目だけ焼くってなんでないのと思わへん。しかも1枚目だけ食べんやろ焼いたやつ。なんなんやろな、謎のシステムじゃん。で2個目から普通にだってこれこうやって入れるわけやん。じゃあもう最初からこれでいいんじゃないと思わへん。でもさ、違うよな、焼き目がつくからなんか香ばしさが出るというか、どちらか最初の肉をずっと食べときたいね、ほんまは。入れる？はい。あ、てかどう終わりした？美味しい美味しい。美味しい？よかったです。全部入れる？ちょっと置いといたら。でもゆうちゃろう家の意外なエピソードとしては、その意外と多分もうなんかお金持ちでさ贅沢しまくりってイメージがあるかもしれへんけど、でもさ暖房とかも結構節約しがちじゃない？そうなんだ。温度管理。あ、そうなん？ん。でも今つけてるくない？最近はなんかすっごい冬はこう凍えながら寝てるとかいうこたつにみんなでこう寄り添いながらとかやって暖房つけへんねんやと思ってさ。あかんねん意外で。暖房が。まあでも暖房なんかさ、ゆうちゃろはすごいやん、もう暖房ザ暖房男って感じやん。冷暖房すごいよな。ブータロも結構こういう空気苦手でとか言いながらずっとリビングでつけた部屋で寝てるんですけど、最近は。じゃないともう体固まんで、寒い時に寒いままずっと寝てる。どっちがいいんやろね。でもさ、エアコンつけっぱなしで寝たりとかするのもあんま良くないかも言うよね。あ、まあな。適応能力も下がるね。程よく。タイマーが一番いいとか言わへん。まあ人それぞれやからな。まあな、それで言ったらもう全部でもう収まってしまうねんって最近も気づいてんけど。その人に合ったあれでいいんじゃないの。確か普通にこれがいいからじゃあそれにみんな言ってたかってそうしようみたいなんじゃなくて、そうそれはさ、そういう案もあんねんなみたいな。大前提で話したくない？わかる？もちろんそれ大前提やねんけど、でもこういう意見ですよっていうのしないとさ、全部な収まりがな、人それぞれだからって済ませれんねん。人それぞれだからね。そうなんかさ、それはもちろん大前提で正解はないねんけど、だけどこう思うみたいなさトークをやっぱしていかなあかんのかなと思って。何の話？ほんまそれなんか思い出の味みたいなのないの？思い出の味？あ、でもなんかおばあちゃんのうちはほとんどおばあちゃん子だったんで、おばあちゃんが料理するけど、スペアリブとかスペアリブなんかすなんかたまに作ってて、好きではなかったけど、なんかすごい頑張って作ったんやなっていう。あ、そこ？お兄ちゃんもめっちゃ喜んでたわ。スペアリブって自分未だに分からへんけど、何の肉？豚なんや知らん。豚っぽくない？食感とか。鶏ではないわな。牛でもないね。牛かな？分からん。全然よく分からへん。なんだよな。分からん。スペアなリブやからな。
リブロースとかっていうやん、牛なんかな。リブはでも牛じゃないの、買うやん。だからどっちでもいいんちゃう。別にリブロースやったらリブやったら意味わからん話してそう。多分リブって多分あれなんじゃない？肩って意味足とかそっち系ちゃう。肩は肩ロースやろ。その肩を英語で言ったらリブロースみたいな。違うんじゃない？自分てっきり後ろ足系かなと思ってたけど。じゃあさ、分かった。すき焼きにかけてすきと焼きもちのいいバランスについてしゃべこんなマニアックな話してる人ないの？そもそもさ、焼きもちに対してどういう考え持ってる？気持ちに対してどういう考え持ってるってどういうこと？別に焼きもちさ、されたい人っているやん。嫌いな人もいるやん。まあ、束縛になってくるけど、なんかそういう意味で束縛、焼きもちに対してどういう印象を持ってる？いい印象なのか悪い印象なのか。その時々やろ。いいまあでも時もあれば悪い時もあるし。でもいい時は551みたい。焼きもちがいい時、はい。焼きもちが悪い時は後で聞きます。可愛いなって思える焼きもちとかやったらいいけどさ、あんたみたいにさプスってひねくれたさ、ようなさ、なんていうの、すね方、なんかもう素直じゃない感じの、あれは良くないよな、自分は。どういうのがいい？じゃあダイレクトに「やだ!」みたいな「焼いちゃう!」みたいな。そうだからこの間のさ、喧嘩したやん。喧嘩して、なんかブー太郎から大きい喧嘩で謝ってきてん、最初に。仲直りしようみたいな、こう折れたというか、ああいうのは可愛いよなって思う。だけどいつも大体ああいうぐらいの大きい喧嘩するとさ、絶対豚折れへんやん。なんか折れてるイメージはないんよ、割と。なんかこう自分の中でね、ほんまはなんかこう、だからその一回さ、自分家出てってさ、鍵閉めとったんや覚えてる？だけどそうやな、鍵閉めとって結局家に入れへんみたいなさ時もあってんか。それはちょっとまた話変わってくるかもね。だけど焼きもちじゃないのだ。焼きもちではないんかよ。なんなんやろうな。素直じゃないっていうワードではありなトークテーマやけど、焼きもちか。大体仕事中反抗期やからな。まあお互い様やけどな。いや、2人ともな。最後はあんたの焼きもちエピソード。焼きもちエピソード？でも中3の時に付き合っとったっていうか、あんまり年齢言わん方がいいか。まあいいか。中3の時に付き合ってたのが大変やった。マジで？まさかのさ、ブー太郎の話じゃないとこ来た。全然想像してなかったんやけど。そうなの？本当だよ、焼きもちやっぱり。よくで？全然大変な思いだ。何？じゃあいいよ、そのエピソード聞いてあげる。今のも焼きもちや。うまい。軽いねんな。そうだな。重たくないよ。ご飯食べたら忘れるやろ。おいしいすき焼きってなる。すき焼き焼きもっち。それまではなんかそういう焼きもちとか嫉妬とか束縛とかっていうのはなんかありやと思ってて、別に。だけど、その子と出会ってから、うわっってなって、一気に嫌になった。マジで？どんな、例えばどういうので嫌なの？さあ、これ一番本番の。なんかさ、無理やねんけど、どうするこれ。一気にどうして言うんだろう。切れちゃった、もったいね。もったいなくないこれ。そのまま入れちゃった、ほんまに。贅沢な使い方。これ絶対切った方が美味しいんですけどね。いい？で、はい。
まあ学生時代やったらあれなんじゃない、女の子と喋ってるだけでみたいな、ああ言われた。メールとかさ、うん、でもそれぐらいだと可愛くない？うん交換留学生っておるよ。話したと思うねんけど、交換留学生女の子2人来たんよ。でもちろん家には来てないで、うちのクラスの女の子が引き受けたんよ。まあ同じクラスの子が引き受けてるから、クラス一緒になるわけ、1週間ぐらい、でなんかこう、まあ、会話を楽しむじゃないけどさ、こう異文化交流やん、だからこう積極的にまあ喋るわけやん、そう積極的に喋るっていうか、そのなんて言ってんやろみたいな。でもさクラス1個おるわけやろ。もうだから掃除の時とかさ、こういろいろこう絡み合う部分も結構あるわけ、で喋ってると、それで泣いちゃう。これはさやっぱ一方的なゆうちゃん側から聞いてないからえってなったけど、結構な距離感の詰め方やったんじゃん、もしかしたら。なんていうの、ただこうなんか来たしなんとなく喋ろうっていうよりかは、なんかちょっと割とガツガツいっちゃってたみたいな。じゃないとそんなちょっと喋ったぐらいでさ泣くまではせんよ、じっと。あ、いや気持ちはそれこそ焼いてさ、結構なんかこうがっつりしてたんじゃない？中3やからこそそういうのに嫉妬するんじゃん。そうなのかな、自信ないやんだって自分に。中学生ぐらいの時ってちょっとでも他の子と仲良くしてるぐらいそっちの方が楽しいかなって敏感になりやすいというか。確かに。はい。てかめっちゃ美味しそうやねんけど、この肉どんな感じ？4切れしか入ってないから、絶対足りひんやんって言ってたけど1枚がでかい。めっちゃこれ確かに見える、みんな最高。あ、ちょっと混ぜようか。砂糖が真ん中に寄った。それがあってからもう大変やった。でもさ、泣かれてどうするの？泣いてるでみたいな話になって、なんで泣いてるのみたいな、こっちは。ちゃんとなだめに行こう。で、なだめに行かへんかった、その時は。だからやな。できひんよね、中学生ぐらいの男子って。だって女固まってんだよ、もう泣いてる周りに。だからそこでこう王子様系の人、ちょっと話があるんだけど、花田のエリコ行くんじゃない？そうね。全然そんな。なかった。で、どこで話し合うの？結局帰ってくる。でも帰りはだっていつも一緒やからさ、毎日のように。で、家が途中引っ越ししたんよ。家学校変わらへんね。そのちょっと遠いとか、まあ自転車通学 OK 範囲のところに引っ越ししたんよ。だからその子は自転車通学で許可をもらって、マンション引っ越ししたんよ。で、まあ家結構まあまあ遠いねんけど、車でも多分20分ぐらいかかる。めっちゃ遠いんや。チャリで行っとったんそれ。チャリで行っとってんけど、それをいつも送ってたの？家まで送るやろ、がそこでバイバイしない。自分が家帰るまでまた来る。意味ないやん。そう。何してんの？から逆やったらまだ分かんない。でそっからあんたのとこ戻ってそう次はどうするの？バイバ意味分からへん。一番意味分からへんねん。びっくりしたよ。何？イ。送ってんねんだから最初。でまた来るやろ。そう。じゃあまた送ったらいいね。なんさ、日暮れてまうやん。んで一回日暮れてえらいことになったんやから、学校で捜索願い出されて。そうなの？もう時間な時計の持ってなかったし。意味分からんね。
やったらせめてもううちに来ると止めたらいいよ。えうちに引き返すのをさ、うせめて止めた方がよかった。んいやそれは止めてるよ。あ、だけどそれは止めてるよ。それは何回もいやもうええってだけどなんか来るのだからなんていうのなすごいこう愛をくれるとさなんていうのもう物とかでもそうやしすごい尽くすタイプだね。そうやんな。いただきます。そんな中美味しい、これ最高級、今日の一番メイン。メインディッシュどううわ、全然違うそうまあ部位が違うからあ、ももやろ多分。そうなんだ。さっきのは肩ローあ、そうなんだ。美味しいプ、もう赤身、なんかもうザ・タンパク質って感じ。なんか無駄な油一切ありませんみたいな。いや、それは言い過ぎかもしれんけど、なんかそんなに高級すぎる肉とちょっとグワって重くくるやん。それがない。今の子の恋愛ってどんなんなんやろうな。分からんけど、付き合ったことのある人がめっちゃ増えてるらしい。昔はさイヤホンとかも Bluetooth とかじゃなかったからさ、一緒になんていうの線が、もうその線までしか離れられへんやんか、どんだけ離れたくったって、そんなんとかを一緒にさ聞いたりとかしてたよ、けど今それがないからさ、あるっちゃあるんやけど、なんかな今の子はどういうのにキュンキュンしてんねやろうなって、なんかおじさんになったな。再追加していい？先豆腐入れていい？まあもしね、そういう今時の恋愛してる子とかさ、まあ今親ぐらいの年齢の子もさ、もしかしたら子供がさ今真っただ中かもしれへんやん。なんかぜひよかったらコメント欄で最近の恋愛についてね、こんなんなんですよとか教えてくれたら嬉しいですね。まあそれこそ初体験とかもさ、もう年齢が年々上がってきてるっていうやん。そうね、上がってきてるっていうか遅くなってきてるね。あ、早い人と遅い人が極端なんじゃないかな。そう不思議よね。まあそんな感じですき焼きの食べながらすき家焼きもち屋すき焼きの話について今日は淡々とまったりお話しさせていただきましたけど、いかがだったでしょうか。またね、チャンネル登録やグッドボタン、コメントなどもよろしくお願いします。皆さんグッドボタンも忘れずにねやってくれたら嬉しいです。あ、この動画良かったんだなって思ってすごい嬉しいのでね、やっぱ皆さんのアクションが本当に日々の更新の励みになってますので、ぜひとも今後ともよろしくお願いします。ではこの後もすき焼きをまったり2人で楽しみたいと思います。バイバーイ。